アメリカ、イスラエルがイランに対して地上部隊を送るならどこに送るのか、具体的な場所の報道が始まりました。イラン国土全体に対する占領政策ではなく、ピンポイントで要所を抑えようとしています。アメリカ、イスラエルが何を抑えようとしているのか、このチャンネルの動画でぜひとも情報を更新していってください。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃、中東情勢についての解説を行っていきます。今回取り上げる主な話題は、アメリカ・イスラエルによる空爆がさらに一段階引き上がりました。イラン側からの対抗策を打ってきた場合において、中東諸国に大きな影響が出ることが考えられます。そして、先ほども述べたアメリカ・イスラエルが一体どこに地上部隊を送ろうとしているのか、この部分についての解説を後半で行っていきます。まずは、アメリカ・イスラエルによる攻撃が一段階引き上がったという話題について、トランプ大統領は従来よりもさらに強力な打撃をイランに与えるとして、攻撃先の対象を拡大させました。それが、イランの石油備蓄庫と淡水化処理施設です。地元住民が撮影した映像によれば、テヘラン近郊にある石油備蓄基地が攻撃を受け大炎上しました。相変わらず首都近郊にもかかわらず、イラン側の防空体制は全く無防備な状態で攻撃を防ぐことができていません。さらに、今回の攻撃によって炎上した石油備蓄基地に対する消火活動は非常に難航しており、攻撃から一夜経った後も燃え盛っている状態で、このまま可燃物が燃え尽きるまで消火が困難なのかもしれません。現地では天候の悪化に伴って黒い雨が降ってきたという話も流れています。イラン政府当局に認可されている欧米側の報道機関としては CNN が現地に入っており、そうした黒い雨が降ったことを報道で伝えていました。こうした石油関連施設に対する攻撃は当然のようにイランの石油収入に対する打撃を与える行為です。ただ、ポイントとしては石油をまさに掘っている施設ではなく、貯めているところを攻撃したというのは、さすがにアメリカもここを攻撃してはならないと考えていたのでしょう。石油を掘り出す施設そのものについて攻撃を行えば、復旧までには非常に長い期間が必要であり、世界市場に与える影響も大きくなります。この部分については、石油収入イコール革命防衛隊や軍の軍資金にもなるわけですから、叩いておきたい。しかし、叩きすぎると、世界市場での原油価格の高騰を招き、それがアメリカ国内における物価高の進行にもつながることから、これから中間選挙に向けた政治スケジュールも考えなければならないことを合わせてみると、なかなかそうは完全にイランのすべての石油関連施設を破壊するわけにもいきません。一方で、非常に深刻な影響を与える可能性のある攻撃目標も加わりました。それが淡水化施設です。中東地域全域における事情としては、やはり水は非常に貴重なものです。イランにおいては、古代から築かれた水路などを使って各地に水が供給されるシステムがあるのですが、近年は人口の増加に伴ってそうした古代の水路だけでは当然賄えないようになり、淡水化施設の役割も増しています。今回の攻撃で石油関連施設だけではなく、淡水化施設に対する攻撃も行われ、これが地元住民の生活をかなり危険に追いやるのではないかと非難されています。そしてそれだけではなく、イランがこれに対抗して、中東湾岸諸国に対して同様の攻撃を行った場合、その影響は非常に甚大なものとなります。イランよりもむしろその対岸の国々の方が、より淡水化施設に対する依存度が高いのです。こうした施設は一度破壊されると、すぐに復旧できるようなものではありません。そして、軍事施設ではありませんから、防御体制についても、厳重に守られているわけではありません。中東諸国はこうした施設に対する防衛体制を強化はしていますが、まだ不十分な状態です。もしも今回のアメリカの攻撃に反撃する形で淡水化施設が破壊されれば、数百万数千万人が生活用水の確保に困難な状況に陥るかもしれません。一方でサウジアラビアはそうした淡水化施設に対する攻撃を行わないようにとイラン側にと申し入れを行いました。現在サウジアラビアは今回のアメリカ・イスラエルによる攻撃に関しては、自国の領空や領土内にある基地からの攻撃といったものを認めてはいません。ただし、もしもイラン側がそのようにして重要施設に対する攻撃を行ってきた場合においては、サウジアラビア領内の米軍基地から
イランに対する攻撃実施も許可するし、また領空もどんどんと使ってよいというような形で、従来の外交方針を転換するとイラン側に告げています。では、イランの反撃能力は現在のところどのような状況なのでしょうか。イラン側は当然のようにどれだけやられたかなんていうことは公表はしていません。イスラエル側が分析している内容については報道が行われています。従来、イランの弾道ミサイルの発射機は420機あると分析されていました。そのうち今回の空爆によって破壊された数、もしくは使用不能になった数は300機程度。残る百数十機のミサイル発射機はまだ空爆を逃れて戦闘に参加することができるものと見られています。しかしこの残る百数十機のミサイル発射機が実際にミサイルそのものを運べる状態なのかどうかはかなり怪しい状態です。イスラエル側はかなりの弾薬備蓄庫に対する攻撃を実施し、地下施設に関してはその入り口を塞ぐようにして空爆をすでに行ったとしています。もちろん復旧活動といったものが行われますから、この後地下から取り出せるようになったミサイルを用いて攻撃を行う可能性は十分あります。ただ、だんだんと攻撃する回数が減っているということもあって、イスラエル側では学校の再開やもしくは経済活動の平常化といったものも少しずつ始めているようです。イスラエル国内では今回のイラン攻撃に対しては支持率がおおむね80から 90% 程度あると言われています。日本のテレビ局各局がイスラエルに様々な人を送り込んで現地報道も行っていますが、どのアナウンサーたちも同じような言葉として周りの人に聞いてみると、世論調査の9割以上ではないかというぐらいに、イランに対する攻撃の支持率は高いとの話が出ています。イスラエルの場合だと、そもそもイランという黒幕がいて、ヒズボラやハマスといった武装勢力が活動しているのであり、イランに対する攻撃を行うのは、イスラエル国民としては当然だという考え方が、かなりの人たちの間で共有されています。だからこそ、反撃してきても、ほとんど揺るがない状態で、イラン攻撃を支持しているというわけです。そして、イスラエルとアメリカそれぞれの話なのですが、イランに対する部隊派遣の話が出ています。それぞれ微妙に違うのですが、大まかなところについて解説を行います。アメリカにおける報道においては、2つの作戦プランがあると言われています。それが、イランの石油輸出港のその最大拠点に対する占領を行うのではないかという話と、もう一つが、イラン国内にある濃縮ウラン、これを大元を抑えることによって国外へと持ち出そうとしている、こうした作戦について検討していると言われています。このプラン2つについての解説を行っておきましょう。まず第一に、米軍が占領する可能性があると言われているのが、イランという広い国土の中のほんの一部、ペルシャ湾の奥にあるハールク島という場所です。ハールク島には、イランからの原油輸出の90% 以上になるのではないかと言われているぐらいに大型のタンカーが接岸し、ここから石油を輸出しています。なぜたった一つの島にそれだけの拠点が築かれているかといえば、石油を満載した大型タンカーを港につけるためには、大型のタンカーであればあるほど、港には深さといったものが必要です。イラン全体で見た場合において、遠浅の海といって、海岸線から少し先までちょっと浅い状態の海底状態といったものが広がっており、大型の船が止めやすい港といったものが他にはなかなか見当たらないといった状況なのだそうです。そのため古くから天然の良港として、この島には石油の輸出港としての機能が整備されていきました。イラン本土内における石油の採掘を行って、パイプラインを通じてこの島の貯蔵庫に貯める。そしてその後、港の桟橋からどんどんと石油を船に積み込んでいくというわけです。ですから、地形的にこうした石油の大型輸出港といったものを次々と作るのが難しいといった事情から、このハールク島というのを占領することによって、イランの石油輸出の重要拠点を抑えてしまおうというわけです。基本的に石油というのは陸路で売るようなものではありません。まとまった量を運ぶにも人手も燃料も大変かかりますし、しかも大消費地である中国は非常に遠い場所です。ですから、港が使えない、だから他のルートから売るというのもなかなか困難なものです。ちなみにこのハールク島以外の場所においても、イランは石油輸出港を作ろうとしてきました。南部のジャスク港という場所で、これからは少しでも輸出を増やそうとはしてきたものの、イラン政府は長い制裁下にあって、
潤沢な資金を確保することができませんでした。彼らは、統治体制そのものを維持することには、大きな資金を投入するのですが、今大丈夫だったんだったら別にそんなに大きなお金をかけて別の場所に輸出港を作るなんていうことに関しては、どうしても予算といったものが確保できなかったのでしょう。どちらにしても攻撃を受けるとしたら、どこであっても似たようなものだから分散させる効果といったものもあまり評価しなかったのかもしれません。今回ハールク島をもしも占領すれば、それによってイランの輸出機能が大幅に失われるという危機が迫っているわけです。ただし、そうしたことをイラン側も感じていないかといえば、当然分かりやすい目標になるわけですから、じゃあこの後どうするかです。防備体制を整えるといっても、航空優勢は圧倒的に米軍が有利であり、しかも防空体制はほとんど無力な状態です。いくら地上部隊をこの島に集めたとしても、徹底的に爆撃されてほとんどの兵士が死んでしまいます。ですから、イランに取れる選択肢は2つです。占領するんだったらもう占領するでもう構わないから、米軍なりイスラエル軍がこの島に留まって、その留まったところをチクチクと攻撃し続ける消耗戦に陥らせる。そうした作戦が一つ。もう一つが、占領した時にはもうすべての施設を自ら爆破して何の意味もないようにするということです。ただし、この場合だと、占領することによってアメリカが得るものはありませんが、だからといってイランも輸出する機能を全てを自ら破壊することですから、革命防衛隊だけではなく、イランという国家収入全体に対する大打撃を与えることとなります。この後、ハールク島に対する占領政策をトランプ大統領が決断するかどうかはわかりませんが、少なくとも作戦優先度上位に上がってくるだけの非常に重要な場所です。そして2つ目の部隊派遣の可能性が報じられているのが、濃縮ウランそのものを差し押さえてイラン国外へと持ち出してしまおうという作戦です。ただし、これには非常に大きな問題があります。2025年において、貯蔵施設もしくは濃縮機がたくさんあるであろう地下施設に対しては、米軍はバンカーバスター攻撃を行って地下施設、その入り口部分の坑道については破壊したとされています。トランプ大統領は2025年段階では、もう完全に吹っ飛ばしたというような話をしたわけですが、2026年、今回のイラン攻撃においては、イランが核武装する危険性があるとして攻撃を行いました。この1年の間での発言の一貫性はないわけですが、単純な話として2025年、作戦が完全にうまくいっていないにもかかわらず、うまくいったんだとごまかしを行ったのでしょう。そして今回の2026年では、濃縮ウランそのものを差し押さえて国外へと持ち出せば、もう後のことはどうでもいいとして、一方的な勝利宣言を行って、どこかの段階で作戦を打ち切るということも十分あり得るわけです。そもそも論として、非常に広大なイラン、そして地形的にも攻略が困難な場所であるイランに対して、国土全体を占領するなんていう政策は、今のアメリカにとっては膨大な準備期間と膨大な軍事予算、そして膨大な兵力を投入しなければならないことから現実的ではありません。そして、濃縮ウランを差し押さえるというこの作戦について言っても、そんなことをするために部隊を下ろせば、当然のように周囲のイラン軍、革命防衛隊が次々と遠距離攻撃を仕掛けてくることによって、作業そのものを円滑に行うことなどほとんど不可能でしょう。それだけに特殊部隊を送り込んで、施設そのものを何か爆発するようなこと、それ以外にはちょっと難しいものと見られます。IAEA やもしくはアメリカはイラン国内にある濃縮ウランは440キロ程度あると言われていますから、これをどんどんと持ち去るにしても簡単なことではありません。さらに濃縮された部分を混ぜ物をすることによって使い物にならなくなるようにするということについて言っても、そもそもウランについての取り扱いは非常に厳重にしなければならないものであり、兵士がいきなり行って何か混ぜ物をするなんていう作業そのものも危険を伴うものです。これもまた容易なことではありません。ですから現在のところ考えられているこうした作戦というものは、イラン側に情報が流れることによって、もしもアメリカがやってくるのであればという形でイラン側が防備体制を強化する。その強化した部分といったものをよくよく観察すれば、今イランがどこに濃縮ウランを隠し持っているのか、そうした情報といったものを探るための情報発信かもしれないと、そう言われているぐらいです。どのみち上陸作戦を行うとなれば、
当初トランプ大統領が言っていた1週間、2週間、3週間、4週間といったこうした作戦期間では終わらないのは確定することとなります。トランプ大統領の当初の見込みはどんどんと崩れていると言ってよいでしょう。というわけで今回の動画はここまで。アメリカによる空爆は攻撃対象がさらに拡大されました。しかしそれは同時にイラン側の反撃対象もまた拡大する可能性があり、中東諸国は一段とイランの攻撃といったものに警戒しなければならない状況になっています。そしてアメリカ、イスラエルが陸上部隊を送るというのであれば、そのポイントは今のところイランの原油輸出港、そしてもう一つがイランの濃縮ウランの貯蔵場所と考えられています。この後実際どのように展開していくか、ぜひともこのチャンネルの動画で情報を更新していってください。動画が見合ったら評価ボタンのクリック、ぜひともよろしくお願いします。またスーパーチャットも大歓迎ですので、ぜひとも役に立ったなと思われる方は投げ銭してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。